助けてください。俺を見る彼女の目はそう訴えていた。俺は意を決し彼女を助けたが、倉敷、お前何やってんだ。俺は彼女を助けたことで大事な接待に遅刻してしまった。まあこれでお前は出世コースから外れたな。ざまあ見ろ。上司はそう言ってニヤッと笑った。俺は倉敷裕二。子供の頃から俺は人よりは少し勉強ができる方だったと思う。勉強で悩んだこともないし、成績は常に上位をキープしていた。中学生の頃は試験の前にもなれば、周りから勉強を教えてほしいとお願いされることが多くなった。でも俺はその頼みを断ったりはしなかった。幼少の頃から母親に人の助けになりなさいということを教えられていた。母はそれ以外に俺に強いることはなく、父も特に勉強しろなど言う人でもなかった。両親から何かを特別強要されることがなかったからか、自由な環境だったおかげで逆に自主性がつき、成績も良かったのかもしれない。そのまま俺は変わることなく、中学、高校と優秀な成績で卒業することができた。その後は有名大学を卒業することができ、そして世間ではそれなりに名の知れている企業に就職することができた。入社後、有名大学卒ということで期待され、入社1年も経った頃には、新入社員ながらも大きなプロジェクトにも入れてもらえるようにもなった。もちろん、そんな簡単に仕事をこなせたわけではなかったが、期待されてる分には応えようと、俺は必死に仕事に取り組んだ。成果を出せていたかはわからないが、新人という目で見られながらも、それなりの評価はもらうことができていたと思う。人によっては、出世コースに乗ったな、と言ってくれることもあったが、俺はその期待に調子に乗らないようにし、一生懸命にやりながらも、謙虚な姿勢をとることは忘れないよう心がけた。そんな俺に期待してくれる人もいれば、やはり妬ましく思う人も存在する。上司の小島課長がその一人だ。俺の思い過ごしだと思いたいが、仕事中、小島課長は何かと俺のことを呼び出し叱責してくる。最初の頃は俺が作成した資料の内容で不備や誤字脱字などを指摘してくることが多かったが、それは完全に俺が悪いので注意されるのは納得できる。しかしある程度経ってくると、指示されていないことをなんでやってないんだと注意されたり、時には小島課長自身のミスをなすりつけられるようなこともあった。しかもそのミスを完全に俺のミスとして扱い、小島課長はそれをフォローしてやったという筋書きまで立てている。ここまで来ると、俺自身の仕事にまで支障をきたすようになってきた。しかし、どんな理不尽な目にあっても、俺は小島課長に反論することはできなかった。なぜなら小島課長は専務の腰巾着だったからだ。小島課長は常に専務の後ろをついて回り、専務が趣味のゴルフに行くとなれば、毎回お供をしている。あからさまなご機嫌伺いは日常茶飯事だ。自分は専務とつながりがあるということを周りにアピールし、いわば虎の意を借りる狐そのものだった。しかも専務という後ろ盾を使い、自分の部下に何かと強気に出る。少しでも反論すれば専務に言いつけてやると脅してくるのだ。
首や左遷という直接的な言葉は出してこないが、結果的には相手はこれで何も言えなくなってしまうことが分かっているのだ。結果、そんな小島課長にうちの部署で逆らう社員はいなくなり、またみんな極力関わらないようにしていた。俺も小島課長のことを反面教師にし、自分が将来出世した時にはこんな上司にはならないようにしようと心に誓っていた。とりあえず俺は小さなミスで叱責を受けないよう細心の注意を払って日々仕事をするようにしていた。課長、資料の作成完了しました。ご確認ください。俺はいつものように丁寧に確認した資料を小島課長に提出した。小島課長は資料に一通り目を通すと眉間にシワを寄せた。入念に確認した資料だ。誤字や数字のミスはないはずだが。倉敷、最近はミスしなくなってきたな。はい。小島課長のご指導もあり、しっかりと確認するようにしておりますので。そうか。それならお前に一つ大事な仕事をやろう。大事な仕事？俺が疑問に思っていると。明日の7時、会社の前に来い。え？何かあるんですか？ゴルフだよ。接待ゴルフ。小島課長は意味ありげな笑みを浮かべていった。どうやら専務と得意先の社長がゴルフの話で盛り上がり、早速行こうということになったそうだ。ただ、二人だけでは盛り上がらないということで、小島課長も誘われ、そしてもう一人連れてこいという指示を受けたらしい。専務から初心者以外でというお達しもあり、俺は学生時代にゴルフ部に入っていたことから目をつけたそうだ。正直言えば行きたくはない。ただ、専務と得意先の社長まで関係しているとなると、無下にはできない。仕方なく俺は接待ゴルフに行くことを了承した。会社からゴルフ場までは小島課長が車を出して移動することになっていた。一番下っ端の俺が運転しますよと申し出たが、急に誘った手前か、それとも専務と社長へのアピールか。小島課長はそこは譲らず、そのままお願いする形となった。当日、俺は時間に遅れないよう、いつもより早い時間の電車に乗った。電車は日曜だから空いているかと思ったが、俺が乗った電車の進行方向のどこかで何かイベントがあるらしく、ゴルフバッグを持っていた俺がなんとか乗れるくらいの混み具合となっていた。座席の前に陣取り、周りに迷惑をかけないよう注意しながらつり革につかまって立っていた。こんな混むならタクシー使った方が良かったな。そんなことを考えていると、ふと目の前の座席に座っている女性が視界に入った。大学生くらいだろうか。女性は何か困ったような迷惑そうな表情をしている。どうやら隣にいる中年の男性が原因のようだ。スーツを着ているので、どこかの会社員だろうか。その男性は女性にもたれかかるように居眠りをしていた。いや、寝ているふりをして女性の足を触っていた。こいつ痴漢か。女性は何度も体を揺さぶって起こそうとしているが、男性は起きる素振りを見せず、時折その手で女性の体に触れているようだった。俺がその様子を見ていると、視線に気がついたのか、女性は俺を見上げ、目が合った。その視線は俺に助けを求めているように見え、
俺は意を決し、女性に手を差し出した。そして、女性が俺の手をつかむと同時に力を込め立ち上がらせた。女性が立ったことで寄りかかるものがなくなり、男性はそのまま座席に倒れ込み、そのままバランスを崩して床に落ちた。男性は何が起きたのかわからない様子で起き上がり、あたりをキョロキョロと見回していた。男性が床に落ちた音で周りから注目を集め、その中からはクスクスと笑い声が漏れていた。俺は女性を自分の背後に移動させ、その男性の肩を掴んで、おい、お前痴漢してたろ。いや。寝たふりしながらこの人の体触ってたよな。触ってない。何言って。俺、目の前で見てたんだよ。次の駅で降りようか。ふざけるな。男はそう言うと、その場から逃げようと、俺の手を振り払い、暴れ始めた。まずいと思い、俺はとっさに、もう一度、男の肩をつかみ、床に押さえ込んだ。その状況を見て理解してくれたのか、周りの男性の乗客たちも協力してくれ、男を難なく取り押さえることができた。その後、乗客の通報で駆けつけてくれた駅員と一緒に、俺は次の駅で降りることになり、そのまま駅の鉄道警察署の詰め所で事情を聞かれることになった。そこで先ほどの女性が声をかけてきた。先ほどは助けていただき、本当にありがとうございました。私、立花遥と申します。何かお礼をさせていただきたいのですが。いえいえ、そんないいですよ。気にしないでください。それよりも学生さんですか？学校は？いえ、今日は休みですし、学校で課題をしようと思っていただけなんで。そうですか。それならよかった。ご迷惑をおかけしてしまって、それに予定があったんじゃ。え？いえ、ゴルフバッグをお持ちなので。ああ、この後会社の人たちとゴルフ行くので。今何時ですか？え？彼女が自分の腕時計を見て。7時5分前くらいですけど。やばい、遅刻だ。俺は慌てて詰め所を飛び出した。すみません、急いでるんで。それじゃあ。俺は走りながら彼女に伝え、ホームに向かった。ホームに着くと、ちょうど電車が到着したので、それに飛び乗り、電車の中ということで少し抵抗があったが、俺は小島課長に遅れると電話をした。当たり前のことだが、電話越しに小島課長には怒られ、結果俺は30分近く遅刻して会社に到着した。倉敷、何やってるんだお前は。小島課長が怒りの表情で近づいてきた。申し訳ありません。電車で女性が絡まれていまして、それを助けていたら遅れてしまいました。はあ？なんだその言い訳は。嘘をつくな。その後も小島課長には信じてもらえず、続けて嫌味を言われたが、後ろにいた専務と得意先の社長は意外な反応を示していた。お宅の社員は勇気がありますね。絡まれている女性を助けるなんて、そう簡単にできるもんじゃありませんよ。え？そうですね。彼は入社してからも優秀で期待の社員なんですよ。なるほど。いい人材をお持ちで。二人は俺を叱責するどころか褒めてくれているようだった。倉敷くん、
遅刻したことは気にしなくていいぞ。よくやったな。はい。ありがとうございます。俺は予想外なことにふぬけた返事をしてしまったが、専務たちが怒っていないことに安心した。一方、小島課長は会った早々、俺に説教をしてしまったためか、専務たちの後ろで愛想笑いをしていたが、皆が車に乗り込もうとしたとき、小島課長からは、調子に乗るなよ、と一言釘を刺された。どちらにしろ、遅れてしまった俺に非があるのは確かだ。俺は気を取り直して、専務たちにゴルフを楽しんでもらおうと気持ちを切り替えた。その日、小島課長は名誉挽回するためか掛け声も冴えており、太鼓持ちのスキルも遺憾なく発揮されていた。そのおかげか専務たちも気持ちよくプレーできているようだった。しかし当の俺は気持ちを切り替えたつもりだったが、初めての接待ゴルフということもあってか、緊張で必死になってしまい、忖度も忘れてプレーしていた。結果、最終的には専務と社長を超えるスコアを出してしまったのだ。二人は笑って褒めてくれたが、小島課長からは、お前、接待の意味を知ってるか？最悪だぞこれは。まあでも、お前の印象が悪くなっただけだしな。これで出世コースからは外れたな。ざまあみろ。小島課長の言い方はともかく、確かにこれはない。俺は、やってしまった、と落ち込みながら、その日は帰途に着いたのだった。しかし、その接待ゴルフが、その後の仕事に影響することはなかった。専務から何か言われることもなく、逆に得意先の社長からは、またゴルフに行こうと俺を指名してのお誘いまであった。おそらく悪い印象はなく、むしろなぜかいい印象を持ってくれたようだった。それから半年ほどが経った頃、季節は春になり、うちの会社に新入社員が入社してくる時期になった。そこで小島課長から俺に入社式で社員代表としてスピーチをしろといきなり指示をされたのである。事前に言ってくれていれば問題なく対応できる自信はあったが、小島課長からの嫌がらせだろう。あのゴルフでの一件から俺が専務たちからの印象がいいことが気に入らないのだ。待ってください。そんな急に言われても準備も何もできません。何言ってんだよ。俺はお前に接待ゴルフでの失態を挽回するチャンスを与えてやろうって言ってるんだ。ありがたいと思え。そんな、でしたらせめて前日にでも言って。はあ？なんだ？文句でもあるのか？いえ。とにかく、お前のスピーチ次第で会社の印象が決まるんだ。責任は重大だぞ。失敗は許されないからな。そう言ってにやつきながら、俺の肩をポンと叩いて去ろうとした。その時、へえ、やっぱり部下に対してもそんな態度なんですね。面接の時もあの圧迫面接ときたら納得しますわ。後ろから聞こえたその声に、俺たちは振り向いた。なんだお前は。そこにはリクルートスーツを着た初々しい雰囲気の若い女性が立っていた。見ての通り、今年の新入社員ですけど。毅然と言い返す言葉には初々しさはなかったが、俺は一瞬あっけに取られたが、その女性をどこかで見た覚えがある。俺は思い出そうとまじまじとその女性を見ていると、女性は、あ、
と声を上げて俺に近づいてきた。やっぱり、あの時の。近くで顔を見たとき、俺は思い出した。ああ、もしかして。はい、立花遥です。電車で助けていただいた。思い出してくれました？その女性は、あの時、電車で痴漢から助けた女子大生だった。そんなやりとりをしていると、横で立っていた小島課長がニヤニヤとしながら言ってきた。倉敷、お前もう新入社員に手を出していたのか？はい、何言ってるんですか？今の私たちの話聞いてました？半年くらい前に私はこの方に助けてもらったんですよ。小島課長は彼女の話を聞いているのか聞いていないのか。お前は仕事はできるかもしれないが、女にも手が早いんだな。まあ、それが自分の会社の新入社員に手を出すってのは、上がどう思うか見ものだわ。そう言って小島課長はヘラヘラと笑っていた。いい加減にしてもらえます？いい年した大人がそんな品性もないこと言うなんて情けないですね。なんだと？お前新入社員のくせに上司の俺に向かってその口の利き方はなんだ？上司なら上司らしく人の上に立つ品性を持ったらいかがですか？貴様、お前みたいな小娘がなんでうちを受かったんだ？ああ、あれか、コネか。それとも女の武器でも使ったのか？ちょっと。さすがに小島課長のその発言に、俺は二人の間に割って入ろうとすると、彼女は優秀な人材だと判断したから、この会社に入れることにしたんだがな。後ろから低い声が響いた。身内だからといって、ひいきしたつもりはないのだがね。振り向くとそこには、明らかに不機嫌そうな表情の専務が立っていた。専務。あ、お父さん。お父さん？俺と小島課長は同時に声を上げてしまった。え？専務？お父さん？小島課長はあからさまに言動がおかしくなっていた。俺も呆然としていると、専務が俺の方に近づいてきた。あのゴルフの時、助けたと言っていた女性は遥のことだったんだね。そうだったみたいですね。ゴルフから帰った日、遥から電車で痴漢にあったけど助けてもらったという話を聞かされて、もしかしたらと思ってはいたんだが、遥を会社に連れてきて君かどうかを確かめるわけにはいかないと考えている間に、だいぶ時間が経ってしまったな。礼が遅れて申し訳ない。娘を助けてくれてありがとう。専務はそう言って頭を下げた。いや、頭を上げてください。当たり前のことをしただけですから。俺は突然のことで慌てふためいてしまった。そして顔を上げ、小島課長の方を振り向いた専務の表情は一変していた。そして先ほどと同じような低い声で言った。小島君、君はいつも私について回っているが、部下に対する態度を一つも学んでいないようだね。まあ私を盾にして部下に威張り散らしている君に期待することが間違ってるか。いや、専務、それは君みたいのが上にいたら部下も働きにくいだろう。そうだ、君にはもう少し勉強してもらおうか。人との接し方を学べる部署に移動させてやろうじゃないか。移動？安心しろ、左遷じゃないぞ。もちろん出世への道も閉ざされるわけじゃない。
なんたって君には責任者という重い責務のある部署に移動させてあげるんだからな。そこで精進したまえ。そう言って専務は小島課長の肩をポンと叩いた。それと同時に小島課長はその場で膝から崩れ落ちた。専務は俺の方を向き、ということで、君の部署は一つ席が空くことになるから、順番に昇進してもらうことになるな。と言って俺の肩に手を乗せ、ニコッと笑うと、今日の社員代表のスピーチ、期待しているぞ。そう言って去っていった。いろいろなことが起こりすぎて、俺の頭はまだ追いついていなかったが、横にいたはるかさんがこっちを見ているのに気づいた。目を合わせると、はるかさんは何かを期待しているような眼差しを俺に向けていた。やっぱりすごい方なんですね。え？何が？だって、父がああやって人に言うことってめったにないですもの。それに、この後の私たちの入社式でスピーチするんですか？それって、社員代表ってことですよね。まあ、そうなるのかな。すごい。倉敷さんってやっぱり思ってた通りの人だ。あの時助けていただいた時もですけど、きっと魅力的な方なんだろうなって思っていたんですよ。倉敷さんのスピーチ期待してますね。そう言ってはしゃぐ素振りをしながら彼女は去っていった。大丈夫かな？緊張してきた。専務からもはるかさんからも期待されている。ミスはできないな。俺は両手でパンと頬を叩き、気合を入れて入社式の会場に向かった。結果、入社式のスピーチは完璧とは言えないが、無事終えることができたと思う。式の後に専務からもはるかさんからもお褒めの言葉をいただいたので大丈夫だったのだろう。そしてその後、小島課長に辞令が言い渡された。移動先は備品倉庫担当、管理責任者に任命されたらしい。役職名はまともに聞こえるが、実質倉庫の警備員みたいなものである。一方、俺の部署では係長が課長に昇進し、俺も主任に昇進することになった。そして俺の主任としての最初の仕事は専務の娘はるかさんの教育係だった。正直俺がという思いもあったが、どうやら専務から直々に指示があったらしく、それを俺に伝えに来た課長も苦笑いをしていた。さすがにそれは職権乱用というか、いいのか？そんな疑問を抱いていたが、彼女自身は嬉しそうだった。憧れの倉敷さんに指導してもらえるなんて嬉しいに決まってるじゃないですか。そう目をキラキラさせながら俺に言ってくる彼女を見て、若干私情が入っているような。でも専務からの直々の指示だしな。俺は気持ちを切り替えて彼女を一人前に育てることを決心した。それから俺は彼女を専務の娘だからとひいきすることなく真面目に指導をした。時々彼女からはアプローチ的なことをされてきたが、今はとにかく彼女を社会人として育てることを優先した。そして3年後、俺は係長に昇進し、彼女もすでに俺の手はいらないほど立派な社員となっていた。ある時、彼女の担当していたプロジェクトが無事完了し、打ち上げとして食事会をすることになった。食事会も終わり、帰ろうとした時に、彼女から呼び止められ、そのまま2人で帰ることになり、歩きながら話をした。倉敷さん、いろいろとフォローしていただき、
本当にありがとうございました。お疲れ様。本当よくやったと思うよ。いえ、倉敷さんの指導のおかげですよ。入社した頃は正直どうなるかって思ってたけど、指導しててやっぱり君は優秀な子なんだなって思ったよ。専務もひいき目で入社させたんじゃないってことがすぐ分かった。どうなるかって思ってたってとこがちょっと引っかかりますけど、まあ結果褒めてくれてるってことですよね。そうそう、褒めてるよ。俺たちはそんな会話をして笑った。そして少し間を置いて、倉敷さん。どうした？まだダメですか？俺はその言葉の意味を一瞬考えて、彼女が気持ちを伝えてくれていると理解した。彼女は確かに入社当初はまだ学生的な気分でいるようなことが多く、指導する際も注意することは多かった。しかし今では立派な女性になったと思う。持ち前の明るさと度胸、そして仕事を一生懸命している姿を間近で見ていて、俺も少なからず彼女に惹かれていた思いはある。今まで俺のことを思っていてくれたことは正直嬉しかった。俺は、ダメじゃないよ。こちらこそこれからもよろしく。彼女の気持ちを受け止めることにした。俺が答えると彼女は満面の笑顔を返してくれた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。